ハマグリで出汁取りまして、これ茶碗蒸しにしてます。中にハマグリの身とゆり根ですね。で上から、京都のタケノコですね。タケノコをちょっと、刻んであんの中に入れまして、上から、桜ですねと花山椒をちょっと添えさせていただきます。ゴロゴロした食感が。そうですね、香りと残したくて。一品目から結構季節を連想させるような。そうですね。河内の天然のマダイですね。ちょっと砂ずりのところですね、お腹の場所をちょっと切らしていきまして、で皮の部分はちょっと素揚げして唐揚げ風にしてます。で手前がですね、5日間寝かしたアオリイカですね。クリスマス島の塩っていうミネラルがすごい豊富なお塩で、三つ星醤油っていう和歌山の濃いんですけど万能のお醤油で。せんべいだ。せんべいですね。皮せんべい。皮せんべいで本当に。また腹側はやっぱとろっぽいというか、脂がありますね。油が本なかなかありそうでないというか、和風日本料理っぽい。日本料理をちょっと入れつつ。でお店ここ出されて今どれぐらいなんですか、お店自体。今年の10月にオープンさせていただいたので1年半ですかね、今ちょうどやらせてもらってますね。ちょうどコロナが出たというか、ちょっと緩和された時にやらせていただきまして。白いのはフグのしらすなんですよ。贅沢すぎる。カニも入ってますもんね。カニもそうですね。毛ガニをちょっと。これ寿司屋でこんなの食べたことないですね。基本的には夜営業がメイン。基本的には夜営業だけで、土曜日だけちょっと限定でランチをやらせていただきまして、でそこは12時からオープンさせていただきまして、2時までの間という形で。夜のお任せは今おいくらで。今2000のプラスサービス料で 5% いただきますね。構成としては、おつまみと握りはつまみ出てから握りみたいな感じです。そうですね、つまみをちょっと5品6品ぐらい出させていただきまして、そこから握りを入ってくる形なので、おつまみで皆さん満足していただくことが多くてヘビー級な感じの一品かなと思ったら、はい、このお出汁タレが結構さっぱり、超高級うざくですね。そうですね。全てが印象的なつまみがこの5品前半ついたんで、ちょっとこうありそうでないというか、東京になかなかない感じなのかな。新しいものはどんどん挑戦していきたいなっていうのがあるので、これだからこうじゃないっていけない理由はないかなっていう。前半の先制パンチというか、結構いきなりのプレゼンテーションがちょっと東京なんだけど王道というよりはちょっと外れない範囲の中で遊び心があるな。遊び心出したいなっていう。でそこから握りを持ってきたらなっていうのがあるので、なんか逆に握りをそんなには遊ばずにいこうかなっていうのは思ってましたね。
場所も本当青学のすぐ近く。そうですね、本当に場所的にはすごい分かりやすいんですけどね、渋谷とはまた違くて、表参道ともまた違うところなので、静かな街でもあるし、隠れ家的なスポットでもいいのかなっていうのもすごいありまして、ちょっとお忍び感ありましたね。おしまいがそうですね。塩なんで余計甘さ感じますね。はい。カワハギの肝の油感を受け止めるのはパンチあるシャリの方が、そうですね。3日間落ち着かして寝かすようにして酢をなじましてですね。3日目なんで馴染んでるというか。馴染んでる、まあ本当に小骨が多いので、小骨をやっぱなじましていく、旨味に変えていくっていうのが一番。どんどん甘くなってきます。噛めば噛むほど。でこの鶏貝特有のちょっとウリの香り、そうなんですよ。青い感じ。青い感じが。まあこれ見た目以上に食べ応えありますね。ありがとうございます。貝2連チャンパートはもう最高でした。ありがとうございます。一撃必殺というか必殺がそうですね。香りっすね。香りですね、本当。寿司和正さんは予約はどうやったら取れますか3種類ぐらいやってまして、はい食べログさんからちょうどネット予約でできますのと、はいあとテーブルチェックさんですね、予約ができるのと、あと電話いただければ昼ぐらいから、まあ、夜夕方ぐらいまでが一番出やすいのかなっていう、それぐらいに予約の電話でもいいので電話していただけたら。なんか夜は一斉スタートみたいな感じなんですか？うちは一切スタートしてないので、5時から9時までの間でしたら何時でももうバラバラで入れてますので、仕事が長引いて9時からでもっていうのもすごい可能なので、常温に戻ってきて油が溶け出してて、そうですね、はい、バターっぽさもあって腹側のトロって感じです。体のそうですね、本当に。油感があるとかお上品な味のある味だけに味だけにやっぱ当たりネギがちょっとこう香るぐらいの。香るぐらいの、はい。
肉ですね。肉ですよね金目鯛って時期だと今脂乗る時期だと今ぐらいですかね。春ぐらいもう千葉県の方からすごいいいのがあったりとか。で個室カウンターは4名様。そうです、4名です。補助椅子みたいのも2つあって同じような補助椅子もあるんで、無理やり10人で宴会とかやろうと思えば。口の中でウニのスプラッシュマウンテン本当ですね。ウニはもちろん季節によって何ウニ使うかは結構変わってくるんですか？変わってきますね。で紫はやっぱ海苔入れない方が僕はやっぱ握ってやっぱ大きいのでフォルム的にも好きですし、まあ軍艦でもいいんでしょうけど、僕はちょっと邪魔しちゃうからあえてもう塩でウニの良さを出したいな。一粒の力強さみたいなことをすごい感じる食べさせ方かなっていう。はい。ちょっとこれやっぱ茹でた車エビとは表面がやっぱちょっと違いますね。ちょっとそうですね。レア感っていうかツヤが。こんな食感なんだ。ムチムチって感じです。ムチムチ。ガチムチ。はい。噛めば噛むほど官能的な甘さが広がっていく。穴子は飲み物、飲み物タイプ。ちょっと柔らかく。ほぼ噛む必要ないですね。はい。2通目はじゃあ穴子の。穴子の煮詰めですね。3日間かけて作り上げてますね。うちは焦げないように低温でもう本当にビビたる任さないようにっていう、もう香り飛ばさないようにっていう形で。でもやっぱしっかりとろみはやっぱあるん好みですよはそうですね。本当これぐらいは出るようにはしてますね。口に近づけた瞬間から花わさびの香りが鼻にそうですね。鼻腔を突き抜けてくる感じが複雑な味に仕上がってます。いろんな味、香り、食感。砂糖とか一切入れてないので、塩だけで米の甘みまで出してくれるんで、米自体をもう本当うちつや姫1本しか入れてないんですよ。銀シャリで美味しいと思うんですけど、うまく羽釜で炊き上げて、まあ難しいですけど、結構赤も白も特徴的なシャリですね。こうやって食べると。はい、まあ、ネタと重なってもちろんもちろん。あれデンテじゃないですけどね、乳化みたいな形になってくるのかなっていう。タチウオはまあ結構寿司屋でよく出てくるネタじゃないですか。これを春キャベツとかノビルと合わせたお店は初めてですね。フレンチの要素でもあるのかなって。お皿はすごい和なんですけど、これだけを見ると洋風な感がなんかあるんですよ。タチウオのホロハロ感とこのキャベツのちょっとジューシーさというか、キャベツうまっ。キャベツがメインじゃないかぐらい。いや存在感ありますね。めっちゃうまい、めっちゃうまい、はい、この組み合わせってどうやって思いついたんですか？この一品は。旬のものを探していくんですよ。今なんだろう、キャベツかなとか、キャベツちょっと合わせたらどうなのかなみたいな、まあ、そこでなんか普通のかつおだしよりか貝だしの方が今旬だしっていう、あんま邪魔しないような形で一番しますけど、香りが良くて歯切れのいい、厚み感じですけど全然歯切れ良くて香りもいいので、ちょっとトリュフみたいな磯の感じが、その感じがすごい合うんですよ、マグロと。それがなんか一番ベストなのかなって。
この煮切り醤油、みりんと醤油とか使ってるとこなんですけど、そこに対してがごめ昆布っていうちょっと刻んだ昆布ですね、昆布をちょっと一緒に入れてとろみつけてこして、そこに今漬けてるのでがごめ昆布が生かされてるのかなという。がごめ昆布と普通の昆布っていうのは何が違う？粘り気がすごいやっぱ刻んであるので、醤油と馴染むのがやっぱやってみて良かったのがそっちだったからっていう、言えば粘りが欲しかったっていうのが僕の中のあれだったので。普通の漬けマグロでももちろんなんかねっちり感は出るけど、うまみかけるねっちりみたいなところでがごめ昆布が合うんじゃないかっていうところに今至ってるってことですか？至ってそうですね。海苔の香りがもいや、いいですよね。う、でも香り相当強いですよね。ちょっとトリュフみたいな香りが分かる、あ、ここで分かった、トリュフ。それ単体だけで食べても美味しいので、海苔もちょっと控えめな、でもちょっと香り欲しいなってなったんで。赤身の酸味と香り、そうですね、さっぱりした香りと、ここにやっぱ昆布のうまみ、粘り、ねっとり感が漬けで加わり、さらには、海苔の香りでシャリ、寿司のいろんなエッセンスがガッて集まった時の化学反応とか一体感っていうものが口に近づけた瞬間の香りから食べ終わるまでのなんかストーリーが、寿司ってすごい料理なんだなっていう感じる一貫。7秒ぐらいなんで芸術だと思ってるんで、消えちゃいますもんね。消えちゃうじゃないですか。本当一瞬で食べるのも一瞬だと思うんですけど、やっぱりその7秒にどれだけの思いを一貫一貫込めれるかなっていうのは。大将、今日はごちそうさまでした。ありがとうございました。すごいいろいろつまみのちょっと他とは違う感じの出し方から始まって、王道の握りが出て、ちょうどいい満腹感で、終わったんですけど、寿司かずまささんのこだわってらっしゃるところとか、大切にされてるところってどんなところですか？生産者さんとかの思いとか、やっぱり誰かが命を拾ってきて、僕たちが最後の仕上げ人だと思うので、そこのやっぱ一番いい状態の時に魚とか野菜とかも美味しい状態で、ね、お客さんに旬を知ってもらいたいっていう日本の良さっていうのを知ってもらうためにやっぱやっていけたらなっていう、そこはやっぱこだわり抜いてるのかな。温度とか湿度とか、そういうのもすごい徹底してやっぱ究極なものを作れたらなっていう。前半の印象がかなり残ってるお店っていうのはユニークなお店なのかなって思って。そうですね、僕のやってきたキャリアのあれをちょっと1個のコースにまとめたら、これが一番今の中では正解なのかなと思ってるのかな。今風というか、なんか新時代のこの世代のそうですね、新しいものじゃないですけど、残してくれたものを守りつつ新しいものを広げられたらな。でもいろいろ日々葛藤されたりとか、多分食べ歩く中で、もっとこういうのが面白いっていうの、常に多分アイデアがすごい出てくる対象だなと思って。毎日悩みますね。悩みなんですけど楽しんでますね。食べてくれたお客さんの顔が一番最初に思い浮かぶんで、それのために頑張ってるのかなと思います。また次回来た時もちょうどいいその遊び心と王道のバランス感の中で、多分発見と感動となんか面白さがあるお店なのかなと。ぜひまた今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。